こんにちは、ドロです。このチャンネルでは、中高年初心者を対象に世界の株価指数、それからコモディティ商品、金とか銀とか農業商品ですね。たまに、ビットコインっていった仮想通貨。いろんな銘柄を安く楽しく投資をして皆さんと一緒に学べるチャンネルをということで考えています。概要欄の方にチャート名、証券会社の方貼ってありますので参考にしてください。それから、銘柄とか操作方法、リクエスト、コメント欄もお待ちしてます。このチャンネルね、共感できるよう、応援したいよという方はぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さて、今日の画面ですけども、パソコン版の TikTok の画面になります。意外にこれ知られていなかったので、今日紹介しようかなと思ってました。これが僕がTikTok で出している作品です。チャート分析とかではないです。チャート分析とかね、全然なんか見てくれないっていうか、これでも結構いいねとかもシビアなんですよね。どれだったかなポストプライムで出してた時は、この最もお金を生んだキャラクターっていうのが、2200ぐらいついてるんですけども、再生回数が20万ぐらいだったのか。ちなみに今日ちょっと収録しているので、これだけ見せますか。これがね、見えますかね。ハロウィンだったので、販売停止の残念なお菓子たちということで、販売を停止した、お菓子をちょこって並べてます。これなんかコメント来てますね。チュベットとかドロリッチ好きだったとか書いてありますね。ちょっと前に投稿したのでね。はい。こんな感じです。これなんで載せたかっていうと、僕がこのライブをやりたいってことで、ここのライブボタンとかして、OBS っていうのを使ってね、やらなきゃいけないんですけど、そこよりですね、のボタンを押すと、ビジネスツイートっていうのがあって、実はこの TikTok プロモート機能というのが今年からできたのかなあって、ちょっと数百円ですけど、お金を払ってですね、自分の投稿をおすすめに乗りやすくするとか、そういったシステムが存在しています。これツイッターも今年からプロモートができたのかな。で、僕的には、例えばポストプライムとかも、たくさんのユーザーさんが見る質のいい投稿っていうのは、きっかけは、例えば、いろいろ作ってあげていいと思うんですよね。例えば1時間ぐらい、なんていうか、プロモートでおすすめに載って、そこからちゃんと、これいい記事だなっていうのはやっぱ見てくれると思うんですよね。だから、なんていうの、投稿にお金を払うっていう時代にも僕なってきてるなと。こういうアイデアも必要かなと思って紹介しました。今日のテーマですね。収録が伸びてしまったので、後半戦の動画を別にさせてもらいました。皆さんも兼業トレーダー、ドロの CFD レバレッジニュース24の見方学び方の今回はライブ配信編とポストプライムで来ていただいている方もいるので、ちょっとポストプライムへの思いというのを伝えていきたいなと思います。あと最後にですね、この動画を見ている方、知らない方もいらっしゃるので、GMO クリック証券の運用成績をちょっと見せながらニュースを通じて、副業になるよっていうことをちゃんとね、示していきたいと思っております。で、今日はチャート分析はありません。チャート分析を200銘柄ぐらいしたいと思ってるので、僕ちょっと不器用なのでね、どうしてもこれはこうって言って集中してやりたいタイプなので、しばらくね、トレーダーとしてもう一回勉強する時間を作りたい。しっかりニュース24に標準を合わせていきたい。11月はね、そういうふうに思っております。皆さんプロのトレーダーさんも言いますけども、チャートの分析をどれだけの時間見ることができるかにかかってるんじゃないかなってやっぱ思うんですよね。今日はね、後半の動画の方、作成しましたので見ていただけたらと思います。今日もよろしくお願いいたします。それでは今回のこのライブの考え方、それから画面もありますけども、ポストプライムの思いや今後について、で、最後にね、GMO クリック証券の運用実績についてお話ししようかなと思っています。ポストプライムに興味のない方も
いらっしゃると思うんで、それの方はちょっと最後、運用成績まですっ飛ばしてもらってもいいです。はい。画面はポストプライムの表記になってます。まずは皆さんからポストプライムのクリエイターで11月でね、辞退するとお伝えしたことで、本当にたくさんコメントくださって嬉しく思ってます。実はそこに書かなかったんですけども、やっぱり自分を大切にしたい、このライブを前々から構想があって、あと、画面にも出してありますけど、ダンさんのライブもね、参加したいんですよ。最初はやっぱりダンさんの世界のニュース、それから僕もジョー高山さんも実はすごい好きで、ジョーさんの仮想通貨のニュース、これでね、十分だったんですね。9月からポストプライムで素敵な出会いがあって、で、私もこの YouTube の方にもたくさんの方が来ていただいて、あと自分がバッチコのシルバーですか、クリエイターとして考えて投稿の質、それから有料へのプレッシャーっていうのがあって、やりたいことができなくなってきた。やっぱりお金じゃないんですよね。性格の問題ですが、みんな楽しくやればいいじゃんって言うんですけど、やるからにはちゃんとやりたいとか、思いがね、出てしまって、本来の SNS の楽しみ方をね、忘れてしまった。ポストプライムはすごくいいとこだし、楽しいし、で、ライブも楽しいんで、ハマっちゃうんですよ。そうすると本当にね、やりたいことができなくなっちゃう。その思いが強かったですね。このライブにあたって、この11月から、チャート分析を200銘柄ぐらいもう本気でやりたいなと思ってるんです。ニュースを出すためには準備も必要なので、ちょっとね、ポストプライムの方はね、放置気味になるかもしれないんですけど、またね、不意に時間ができた時はね、皆さんの投稿見たり、コメント書いたりもしたいなと思いますんでね、よろしくお願いいたします。で、ライブの詳細についてちょっとお話をしたいと思います。ダンさんもここでそのまま止めている意味もあります。これを、画面を、これそう、ちょっともう実は有料投稿の方にね、もう実は結構仕込んでるんですよ。もうはい、こうやって作ってはいました。はい。なので、こっちじゃねえわ。こんな裏側見せてもね、これテクニック、これじゃない、どこだっけ、ライブ配信の、これですね。はい、ライブのお知らせ、こちらになりますね。実はこのライブですけども、今、リアル配信の予定ということで、テロップも流してありますけども、先ほど冒頭でもお話ししたように、ライブを24時間やる。そのうち、この23時30分から1時っていうのをリアル配信。要は僕がここを顔出して、実況もしていきたいなと思っております。で、もう体が一つなので、普段ご存知の方もいると思います。教育関係の仕事、それから家庭教師とかもやってます。で、帰ってくるのがね、10時半過ぎちゃうんですよね。で、ライブに間に合わないんです。で、このライブを僕も見たいし、ただ、ダンさんのライブって、もう皆さん知ってると思うんですけど、チャットがね、すごいんすよ。で、いつしか、なんていうかな、チャットが楽しくなっちゃって、ダンさんのライブをね、ちゃんと見れないチャットがね、面白いんですね。なんで、僕これは、ちょっと良くないなと思ったんですよ。で、ちょっと考えたのが、この画面を出して、これですね。例えばこうですね。こういうね、スクエアっていうチャートですけど、ここを出してですね、できますかね？聞こえますかね？これ多分金曜日のライブですよね。こんばんは皆さん、高橋ダンです。はい。現在今は10月29日で、はい、夜の10時26分です。何が、これからライブ配信を言いたいかというとですね、こういう風に、ライブを聞きながら僕もチャートを出して、今後も皆さん YouTube とポストプライム両方ともチャンネルこれどうやってやるんだろう。これ早送りとかできるのかな。ライブでもライブだから早送りできないのか。はい。なので、ちょっと変わってますけど、ライブ放送を聞きながら僕もライブをやるっていうか、僕のとこでライブで人が来てくれるとかじゃなくって、本来のトレードの勉強もしたいっていうことで、学習するライブ配信ということで考えてます。ただ、当然、ライブですので、来てくれる方とかもいらっしゃると思う。その銘柄に対してとかも、ライブの声も止めたりとかして、リクエストにお答えすることもあると思うんですけど、基本的に自分がそのチャートを書いたりとかする。
ことを中心にしていきたいな。形はいろいろ試行錯誤していきたいと思うんですけども、リアル配信の場合は考えています。伝わりましたかね？ライブを見ながらライブをするみたいな。ゲーム実況とかもありますよね。ゲームをしながら実況する。それとちょっと似てるかなと思いますね。本当にちゃんとライブでチャート見ながら分析したいと思うんですよね。ダンさんがプロテイン飲んでる時はちょっとチャートを見ていきたいなとか、あと質問に答えてくださいっていう中で変な質問があるので、その時はちょっと自分はチャート見ようかなと思っています。なのでライブ配信の時間は一応、23時30分。これはですね、ライブを、ニューヨーク市場がスタートする、23時30分になると思うんですよね。11月の第2週目から。もう師匠が喋るライブを実際に勉強するライブということですね。わけがわかんないですね。すいません。はい。なので、あと、深夜1時ぐらいまでは、ちょっとライブを聞きながら復習をして、自分もチャートを書いたりとか、アップデートしていきたいので、その後は、また準備を進めて、ニュースライブに切り替えて、無人くんじゃないですけど、また、チャートをね、出していきたいなと思っております。では、最後にですね、今日の、このニュース24を見て、この手法で儲かるのとか、思ってらっしゃる方もいると思いますので、現在の、GMO 証券の、運営成績も出しつつ、副業についての考え方っていうのもお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、GMO クリック証券の、現在の成績と、考え方についてもね、説明をしていきたいと思います。初めて見られる方もいらっしゃるので、このニュース24を見て、儲かるのとか、運用成績はってやっぱり言われると思うんですね。今現在、これ、だいたい7月から10月ぐらいまで今保有しているものの7銘柄になりますけど、私の方は今は、50万円を CFD で入れてます。で、今、時価総額58万円になってますけども、今運用成績全体としては、プラスの5万7千円ぐらいです。で、目標としてなんですけど、僕の今のスタイルですね。50万円入れて、毎月5万円ぐらいの利益を出したいなというのを考えてます。月利 10% ですね。ただ、利益が出たら、自分の場合長期の積み立ての方にお金を回しますので、この GMO クリック証券に入れたいお金は50万円でいつも入れたい。当然運用成績が落ちたら補充する形で大切にしたいのは僕実は学ぶことを大切にしたいと思ってるんですね。なので稼ぐこと、お金も当然大切ですけど、稼ぐことっていうよりも本当に心豊かに生きること、これ難しいですけど、僕花を撮ったりとかカメラで好きなんですよ。で、いつしか兼業トレーダーになってすごいチャートを見ている時間が多いと、癒される時間がね、ちょっと少なくなってしまって、ポストプラムやり出してからもそうなんですけど、結構張り付いて引きこもりっぽくなってしまった。やっぱり、それを考えたときに、やっぱり自分は仕事も、じじいになるまで、大学生のボランティアの方とか、また生徒たちと楽しく過ごしていきたい。で、だったら、どれぐらいのものがいいんだろうと思ったのが、この金額ぐらいですね。これあくまで自分のトレードルールになりますのでね。はい。運用成績の方見ていただけたと思うんですけど、インドネシアが 17% ですね。かなり上がってますよね。で、この間、韓国も半導体で拾ったので利益が出てます。コーンも8月末でずっと底値だったんですけど、最近上がってきました。台湾も半導体の関係でプラスになってます。中国だけはね、上がってはきてるんですけど、やっぱりちょっと含み、でも僕1000円ですね。で、高かったですけど、テンセントはね、ずっと持っ
ってて、一時期8万円ぐらいまで利益いってますけど、今ちょっと下がってきてますが、ただまだテンセントは持っていきたいと思います。これもちょっと資金を抜いたり、ちょっといろいろ考えてはいます。南アフリカはいつ来るかわかんないですけど、放置気味ですけど、300円ぐらいマイナスです。見ていただくと、今、状態って言ったらほぼプラスですよね。ただ、低いとこで買って、含み損が出る時もありますよね。下がる時もありますから。あと、初心者の方とかは、ぜひね、この GMO クリック証券はおすすめです。IG 証券とか、あと、サクソバンクとか、いろいろ体験はさせてもらったんですけど、一番のいいところは、商品ごとにレバレッジっていうか、これ倍率を変えられるとこです。これやっぱ調べてて分かったんですけど、IG 証券は口座ごとに資金をたくさん入れてコントロールするんですよ。僕何人かにポストプライムとかでも質問して、IG 証券やってる方でいくらぐらいでやってるのとか、レバレッジコントロールどうするんですかっていうと、やっぱ答え方がみんなね、あれなんですよ。数百万入れてとかって言うんですよ。数百万例えば入れてって、そんな CFD で、ダンさんもいくら持ってるかわからないですけど、実際にダンさんも CFD の画面見せればいいなと、多分ね、数千万とか入れてるかもしれないですよね。これって、私たちのトレーダーとしても、ちょっと真似できないと思うんですよ。IG 証券の口座はいいかもしれないんですけど、商品が多くて。ただ、これはやっぱり難しい。で、この今のもう50万って言ったのは、これでも僕最初多いかなと思ったんですよ。20万でも10万でも GMO クリック証券はトレードができると思うんですね。僕はあくまでトレードの考え方は、ダンさんと、ジョーさんもそうですけど、ニュースとしてはもう最高です。で、ニュースを聞いた後にトレード方法としては FX に近いんですけど、割とインジケーター使わないんですよ。僕のトレードスタイルっていうのは、ハチやスバルさんとか、聞いたことあるかもしれないんですけど、FX スタイル、レンジ相場、MACD とか RSI とかがちょっとよくわからないなっていう時、ダンさんとか、例えば MACD をちょっといじったりはしてるんですけど、シグナルとかも出やすいやり方っていうのは、この、私が作っている、トレードスタイルになってます。皆さんも一緒に見て勉強していただけたら副業になるはず。それから専業トレーダーとしてもなれる方はなれるかなと思います。で、4時間足にしてるんですけども、こっちの方がいいのかな？なぜ4時間足にするかっていうと、FX のトレーダーさんはスキャルピングって言って、1分足とか5分足とか短い足でやるんですよ。15分足とか。僕1分足なんか出したことないですけど、1分足。全然違うチャートになっちゃうんですね。一分足が短いほど、やっぱ精神的にリスクがすごい高くてトレードしなきゃいけない。副業にならないと思いました。あとレバレッジも10倍以上でやってる方、ハイレバもいいんですけど、これは精神的に結構きついはずです。僕は、1日、例えば数時間チャートを見て、こんな感じかなっていう風にして過ごしていきたいと思ってるので、スタイル的には4時間足をベースにして、スイングトレードを中心にしています。ただ、チャンスがたくさんあるかもしれないから、銘柄をたくさん見た方がいいということです。広く、浅くというスタイルですね。これ、ちょっとやってて思ったのが、もしかして副業でやって一番安定して精神的にもいいのは、米国株のレバレッジ2倍ぐらいがいい気がしてきました。これいろいろ持論はあると思うんですけどね。ナスダックの、僕いつも言ってますけど、投資信託の、アイフリーレバレッジナスダック100を、レバレッジ2倍なんですよ。長期で積み立てしてるんですね。で、これが、正直言って一番運用成績が良くて、動きもナスダック見ますけど、安いところでドンと入れれる。余裕持ってこのトレードとかも、副業でCFD ができるということではあると思うんですよ。と思えば、待てよと。ナスダックの構成銘柄、アップルとかありますけど、最近アップルとかガーハン動きがちょっと変わってきましたよね。個別株でもっと研究して、テスラはちょっと去年まではいいですけど、まだ本当に値動き荒すぎてわかる。だったらペイパルとか SQ とかフィンテックの銘柄とか、あれ知ってますかね？マカベさんの米国、ジム・クレーマーさんの動画、あれもね、すごいいいと思うんですよ。
で、ただ、テクニカル上はジム・クレーマーさんもちょっとね、正確にレバレッジ2倍ぐらいでやれば、いや、これ副業になるんじゃないかなと思うんですね。ライブの、準備はしますけども、次回以降少し、この米国の個別株のチャート分析をちょっとしっかりやっていきたいなと思います。今後、ちょっとライブでお時間いただきますけども、この分析動画は、ちょこちょこ出していきたいと思います。また楽しみにね、していただきたいなと思います。で、はい、今日長くなりましたけど、どうもありがとうございました。